ロジカル FX 通信の補足解説動画をしていきたいと思います。タイトルはこちらになります。では早速、昨日のトレードポイントを見ていきましょう。はい、昨日のトレードポイントはここになります。で、利確直後のキャプチャーショットはこちらになります。ここからここですね。では早速、ここをなぜ、トレードポイントにしたのかという解説をしていきたいと思います。はい。で、全体的に見ると、月足、週足は、まだ上なんですね。で、週足がここから、陰線が出てきているので、基本的にはこの週は、下ですよね。なので、目線的には下なんですよ。はい。実際に、パウエル議長の、記者会見の後に、こうやって落ちてきたので、やっぱり下に行っちゃったんですけど、大きな目線としては、上なんですけど、一時的な、今週ですね。今週は下に、向かっているっていうような感じですね。はい。で、ここを狙った理由なんですけど、ここっていうのは、レートが上がってきて、ここの茶色っぽいラインありますよね。ここは史上最高値なんですね。なので、そこ抜けを狙ってました。で、パウエル議長の記者会見の前に、FOMC の金利の発表があって、一気に激しく動いたんですね。で、当然、すぐ入りたかったんですけど、スプレッドが激しく広がっていたので、やっぱり収まるまで待つ必要がありました。で、15分ぐらい待って、だんだん収まってきて、で、史上最高値を、超えてきたと。ということで、15分足の確定を待ってから、エントリーですね。で、エグジットポイントは、ここです、ここ。で、領域分析で、ここの枠までぐらいしかいかないっていうのは、分かってきたので、そこを理覚しました。大体67レベルぐらいですね。はい。で、領域分析ができるようになると、こんな感じで非常に綺麗に、この縦幅が同じになってくるんですね。で、仮にこれがレジサポした場合は、次のこの上のところまで行きますからね。で、昨日はそこまでいかなかったんですけど、大体この辺で止まったってことになります。これ見てもらうとわかると思うんですけど、これ綺麗に、波が、例えばここの、上の領域からこの上の領域に、トライして、で、失敗すると、次ここまで行きますよね。で、それが失敗するとここに行く。で、今、こんな感じで上がってきて、ここから、ここら辺を目指しているっていうような感じですね。で、ここが失敗すると、こっちの中に戻ってきますからね。で、この領域って4時間足での領域なんですけど、この4時間足の領域の中に1時間足の領域があるわけですよ。で、1時間足の領域っていうのは、どんな感じになるかっていうと、それも綺麗に分かれています。ここの真ん中に全部1時間足の領域があるんですね。つまり、ここに1時間足の領域。で、ここの1時間足の領域。で、ここの下に、ここの領域。で、ここですよね。ぴったり同じ幅ですね。ちょうどこの4時間足の真ん中ですね。で、ここもそうですよね。だいたいこんな感じになってて、ここはこうですよね。はい、で、それをこうやって、1時間足こで延長していくわけですよ。はい、ぴったり史上最高値のところに行きましたよね。ここの茶色のところ。で、ここ抜けた場合は、当然次この領域に行きますよねっていうのを、もうすでに、もう切り取って、エントリーしたっていうことになります。はい、なので、領域分析できれば、波の動きっていうのは、ここを抜けたらここまで、ここを失敗したらここまでっていうのが
1時間単位でわかるわけなんですね。なので、それを使いながらトレードすると。ただし、この領域分析だけではもちろん勝てないですよ。領域分析はあくまでも波がここを抜けたらこっちに行く。ここを失敗したらこっちに行くっていうところを切り取ってる、見取り図になっているので、それが、例えば、こっからこっちに行くかどうかっていうのは、流れも入れなくちゃいけないですから。入れる必要がありますからね。流れも必要になってくる。で、かつ、ローソク足が陽線か陰線かみたいな、ローソク足分析も必要になってくるので、この3つが必要になってくるんですね。で、3つっていうのは、文字で言うと、まずこの波の切り取りですね。綺麗にこうやって切り取れるので、領域ってことですよね。それが一つと、あとその領域の中にどうやって波が動いてるのか。これがまさに波の方向性を読み取るっていうことですね。ダウ理論を使いながら読み取っていくっていうのが一つの、回答でもありますからね。で、三つ目が、じゃあその波も、領域も分かりました。じゃあその時に、この1時間足は陽線なのか陰線なのか、もしくはここでの4時間足は陰線なのか陽線なのかっていうのを、見極めながら入っていく。で、かつ、ローソク足は、この領域の直前で、例えばコマ足とか出た場合っていうのは、下に行く可能性とか上に行く可能性があるので、コマ足が出た後が結構美味しいポイントになってきます。で、私は何度もコマ足っていうのを結構重要視して説明してるんですけど、そのコマ足っていうのはこうやって分析しながら流れを汲み取って、そこでのコマ足はどうなのっていうのを、考えていくと答えが出てきます。でそうすると勝率が上がってくるので、この3つですよね。水平線で切り取るこの領域と、で、あとローソク足、流れと、ダウ理論を元にした流れと、あとローソク足ですね。陰線か陽線か。で、コマ足っていうのは美味しい材料になってくるので、そこを、見極めて入っていく。っていうことが重要になってきます。はい。ということで、昨日のトレードポイントは、こうやってきれいに切り取ったここからここです。ここのポイントになります。はい。今日は以上になります。